静まり返った会議室には、坪野部長と人事の人が2人。その向かい合う席に座る俺は、今しがた坪野部長へと提出したばかりのプリントをじっと見つめる。プリントの中身は、英語に関する問題がいくつか記載されていた。坪野部長は、俺がその問題を答えられないものだと思って高をくくっていたのだが、俺はわずか1分程度で解いてみせたのだ。俺のことを見下していただけに、そんな短時間で解けるはずがないと鼻で笑いながらプリントへと視線を落とす。回答が間違っていることを確認するために。だが、プリントを握っていた手は次第に震え出し、余裕を浮かべていた顔は血の気が引いたものへと変わっていった。誰が見ても坪野部長の読みが外れたことは明らかで、俺は自分の回答が間違ってないことを確信すると、深呼吸をしてから口を開いた。坪野部長、先ほどの約束を覚えていらっしゃいますよね。俺の言葉に坪野部長は肩を揺らしてびくついた。目に見えて動揺している。事の起こりは数十分前。おい中札、この問題が解けるのならお前を部長にしてやろう。理不尽極まりない物言いで、俺の目の前のテーブルへと存在に渡されたプリント。そこに書かれていた英語の問題。それも坪野部長曰く、東大生でも正解率が低いものだそうだ。俺の今後を決める大切な評価面談の日にまで嫌がらせをしてきた坪野部長。俺には解けるはずないだろうと高をくくって見下したようにさっきの約束をしてきたのだ。俺は念を押すようにもう一度坪野部長を正面から見据えて口を開く。坪野部長、その席はもう私のものです。どいてください。俺の名前は新藤康介。この会社に入社して数年経つが、今もまだ平社員として働いている。この会社での仕事にはやりがいを感じている。同僚ともいい関係を築けていると思っているし、もちろん毎日楽しく仕事もできている。だが今の俺がこうして日々充実した仕事ができているのは、ある人のおかげとも言えるだろう。その人の名前は徳井さんという、前職でとても世話になった上司だ。かつての俺は社会経験もまともに積んでおらず、自分だけが頑張ればいい、結果が出せればいい、そう思っていた。相手を思いやるその気持ちに欠けていた。だが徳井さんはそんな俺に考えを改める機会をくれて、じっくりと話をしてくれたのだ。あの日から俺は徳井さんのおかげで考えを改め、心を入れ替えることができたのだ。徳井さんは物腰が柔らかく、とても穏やかな人だった。社会人としての常識も持たなかった俺に対して、根気強く指導してくれた人で、仕事に対するマインドや対人関係など、いろいろなことを徳井さんから学んだ。とても尊敬できる人で、俺にとっては恩人と言っても過言ではない。前職を辞める時にも徳井さんと離れてしまうのがとても残念で、これからも相談や指導やそういったいろいろなことを学びたいと伝えたら、快く了承してくれて、転職した今でも連絡を取り合う仲となった。今ではたまに相談事や学ばせてもらいたいことのない何でもない時にでも飲みに出かけたりもしている。そんな時でも徳井さんは嫌な顔を一つせずに俺の話を聞いていてくれる。まさに俺が理想とする上司の姿だ。この間も徳井さんの誕生日を祝わせてもらった。徳井さんに会うたびに俺は仕事に対する姿勢や悩みなどを相談したりしてアドバイスをもらったりしているのだ。転職してからの日々はとても充実していた。
仕事にもやりがいを感じ、いい同僚たちにも恵まれた。ただ一つ悩みがあるとするならば、それは直属の上司である坪野部長との関係だろう。坪野部長は根っからの学歴主義で、本人も東大卒という学歴を持っている。俺はというと、中卒だからという一点のみで、人間性も仕事での能力も下の方だと判断されてしまい、とても嫌われているのだ。そんな気がするというレベルではなく、明らかに俺に対する対応と他の職員との扱いに違いがある。ある日の出来事なのだが、俺がデスクに向かっていると大量のコピー用紙を持ってきたことがあった。おい、中卒、これやっとけよ。これは。中卒はこれがなんだか見ただけじゃわからないってのか？本当に使えないな。いえ、これが何かは理解しています。シュレッダーにかける用紙ですよね。そうだよ、ほら。お前はこれの処理でもしてろ。最後にもう一度念を押すように、中卒と付け加えてから、坪野部長は自分のデスクへと戻って行ってしまった。こんな感じで、ことあるごとに俺に雑用を押し付けてきて、仕事をするのを妨害してくるのだ。妨害するだけならまだしも、必ず中卒と大きな声で俺を呼ぶ。しかもどう見ても下に見ているような表情と声で、これは俺だけではなく、周りにいる社員でさえも気分が悪くなるくらいだ。他にも社内での飲み会の席に、俺だけ誘わないという地味なものから、かなりの頻度でトイレ掃除をさせるというような大小の嫌がらせをしてきている。それだけでは気が済まないのか、ところ構わずに雑用を言い渡してきたり、用もないのに中卒と絡んでくることもある。俺としては仕事はきっちりこなしているし、会社に損害を与えるようなミスもしていない。ましてや他の社員と折り合いが悪いわけでもないから、うまくやれていると思っていたのだが、坪野部長からしてみたら、中卒というだけで論外らしい。おかげで他の職員たちも、どことなくやりにくさを感じているようだった。だがそうでありながらも、坪野部長以外の社員たちは、俺のことを慕ってくれているようで、気にするなと励ましてもくれていた。俺自身も仕事に関しては妨害をされながらも自分がやるべきことはできていたし、雑用に関しても結局は誰かがやらなくてはいけないことと割り切れていたので、さして気にも留めずに受けていた。そんな日々を過ごしているうちに評価面談の日が近づいていた。評価面談とは、日頃の自分の行ってきた仕事内容や能力に対しての評価をするためのもので、上司との面談も行われる。自分の能力への評価と上司との面談、人間性やその他を合わせて、その結果が俺たちの今後の昇格や昇給に関わるとても重要なものだ。それだけに、俺だけじゃなく他の社員たちにとっても、この評価面談は重要な日である。面談の担当は坪野部長と人事の2人。緊張している俺を前に、坪野部長はとんでもないことを言い出してきた。おい、中卒、これが解けたら部長にしてやるからな。そう言って、坪野部長が存在に俺に起こしてきたプリントには、英語に関する問題がいくつか書かれていた。評価面談でテストまがいのことをするなんて。突然のことに戸惑う俺を見た坪野部長は、鼻で笑うと意地の悪い表情を浮かべた。これはな、俺の卒業した東大生でも正解率が 1% と言われる問題だ。当然俺は回答できるが、中卒の前はどうだろうな。うちの会社は海外の企業とも多く取引をしている。このくらいの英語力がなければ無能と言われても仕方ないだろう。坪野部長、その問題は他の社員にも出題しているのですか？何を言っている。
みんなはできるんだからあえて挑戦する必要はない。どう考えても理不尽な物言いに、俺はさらに食い下がった。では、どうして私だけがその問題を解かなければならないのでしょうか。そんなの決まってるだろ。中卒のお前がしっかり勉強して、うちの会社の基準に合っているかを確かめるためだ。なんせこれは評価面談だからな。坪野部長、何もそこまでしなくとも。そうですよ。彼一人だけに問題を出して回答させるのは少し趣旨から外れてしまいますよ。何を言うんですか。中卒にはこのくらいの教育をしないとスキルアップも何もないでしょう。俺を見る坪野部長の目は完全に見下してきていた。人事の二人も坪野部長をなだめているが、聞く耳などないといった様子でしきりに俺をせかしてくる。俺ができませんと音を上げるのを楽しみだと言わんばかりの態度なのは明らかだった。普段から坪野部長の俺への態度は良くはなかったが、評価面談という会社が関わっている場ですら、俺は正当な面談もしてもらえなかったのだ。中卒だというだけで、なぜここまでの扱いを受けなければならないのか。だんだんとこみ上げる怒りに、拳を握った俺は、これ以上は理不尽な扱いを受けたくないと決意した。あえて何でもないというふうに表情を作ると、坪野部長を正面から見据えた。部長、その言葉は本当ですね。完全に俺を下に見ていた坪野部長は、強がりだとでも思っているのか、腕組みをしながらうなずき返してきた。もちろんだ。わかりました。少し時間をください。短く答えると、俺は出題された問題を改めて見る。それからペンを手に取り、悩むこともないまま1分程度で回答した。できました。短いだろ。まさかわからないからって適当な回答したんじゃないだろうな。いぶかしげに眉を寄せながら、俺からプリントを受け取った坪野部長は、あらかじめ用意してあった答えが書き込まれているであろうプリントと、俺の回答を照らし合わせていく。いくらもしないうちに、坪野部長の顔が意地悪く浮かべていた余裕の笑みから、だんだんと険しいものへと変わっていく。そしてすべて照らし合わせ終わると、最後には顔面蒼白で、プリントを握っていた手を震わせていた。その様子から、俺の答えが一つも間違っていなかったことがうかがえる。俺は深く呼吸した後、はっきりとした口調で坪野部長へと声をかけた。坪野部長、その席はもう俺のものですよね。どいてください。答えられたら部長にしてやると言った自分の言葉は覚えていたようで、坪野部長は弾かれたように俺を見た。その顔には焦りが見える、動揺している様子だ。中卒のくせにお前、一体どんな卑怯な手を使ったんだ。この後に及んで、俺が何かしらのカンニングをしたとでも言いたげな様子に呆れてしまう。坪野部長、俺は今日この評価面談でそのような問題を解かされるとは思ってもいませんでした。一体どんな対策ができたというのですか？だが、中卒のお前にこんな難問解けるわけが。お言葉ですが、私は中卒ではありません。オックスフォード大卒です。は？俺の衝撃的な一言に興奮して立ち上がっていた坪野部長は、信じられないという表情で俺を見る。坪野部長は何かを勘違いされているようですが、私はオックスフォード大学を卒業しております。そんな。俺の様子とこの言葉を訂正しない人事の様子に真実だとようやく気づいた坪野部長は力なく椅子へと崩れ落ちた。人事の人たちも一連の様子に呆れをにじませている。それもそのはずだ。俺はこの会社に入社する際の面接で、
人事の人とはすでに話をしていた。そのために人事の人は俺が中卒ではなく大学、それもオックスフォード大卒だということは知っていたのだ。だから最初に息巻いて俺に問題を解かせようとした時も意味がないからと止めようとしていたのに、話を聞かなかったのは坪野部長だ。日本での学歴ではなかったことと、俺が積極的に周りには言っていなかったために、坪野部長は中卒だと誤解していたようだ。最初の静けさや重苦しい空気とは打って変わり、完全に分の悪くなった坪野部長は今更のように、部長にしてやるとは言っていない、と苦しい言い訳をしている。しかしこの評価面談は不正が起こらないようにと対策が立てられていて、どの職員に行う際にもすべて録音と録画がされている。確認すれば確実にその時のやりとりが鮮明に確認できる。これはもう言い逃れなどできないのは明らかだった。俺がどうしてここまでの高学歴に至ったのか、それは子供の頃にまで遡る。実は俺は昔は勉強がとても苦手だった。そのせいか、クラスでも下から数えた方が早いくらいの順位だった。親にも先生にも、わからないところをわかるようにすればいいとしきりにアドバイスをされたのだが、そもそも何がわからないのかもわからないレベルだったのだ。質問なんてしようものなら、何を聞いていいかわからず、ずっと黙ったままでいたことだろう。おかげで成績を伸ばすこともできないまま、クラスではバカだと認識され、からかわれるようになっていった。はじめこそ親身になって相談に乗ってくれたり、勉強を教えてくれていた親からも、諦めの言葉が聞こえてくるようになった。そんな中で、このままでは俺はずっとこんな風に、誰からも期待されず、馬鹿にされたまま生きていかなければならないのかと嫌気がさし、一生懸命勉強に取り組むようになっていった。その成果か少しずつ順位も上がっていき、わからない部分は先生に尋ねることもできるようになっていた。そして理解し、さらにわからないところを自分なりに勉強したり、先生に尋ねに行くという習慣をつけられるようになった。そして気がつけば、クラス順位もトップへと変わり、今まで俺を笑っていたクラスメートたちも、すごいすごいともてはやすようになっていったのだ。そんな環境の変化に、俺はすっかりとおごり、調子に乗ってしまう。そのおごりに拍車をかけたのが、オックスフォード大学への現役合格だった。そしてオックスフォード大学を卒業してから勤めるようになった会社でも、それは変わらずにいた。なぜならこの就職した会社も、オックスフォード大卒という肩書きから得られた仕事だったからだ。今思えば運が良かっただけなんだと思う。何の努力もせずにいたのだから。そして働くうちに何の問題もなく仕事をこなせていたこと。また周りは俺が高学歴であることで一目置いてくれていたために、あっという間に役職のついた立場へとキャリアアップしていた。この荒波のない職場での状態におごる気持ちは一層強まり、いつの間にか自分より低学歴の人を下に見るようになっていた。かつての自分がそうであったように、勉強もさしてすることもなく、何がわからないかもわからないまま、のらりくらりと流されるまま生きてきたのだろうと勝手に決めつけていたのだ。だから低学歴なんだと。努力もせずに現状に甘んじていた結果だ。そんな奴らは仕事だって真面目にするわけがない。どうせ隙を見てはサボっているんだ。そう勝手に決めつけていた。高学歴のおかげで上の役職についていた俺は、独りよがりの考えから部下たちに厳しいノルマを課していた。サボらせないようにこのくらいの仕事はするべきだ。俺だって努力をして勉強ができるようになったんだ。他の奴らも俺くらい頑張るべきだ。そう思いながら。俺の無謀なやり方で
部下たちは日に日に残業が増え、仕事を終えられずにミスをしていく。そんな部下たちに激励や仕事の見直しもせずに、ひたすらにこんなこともできないなんて、やはり低学歴は能力も責任感もないんだな、と勝手に解釈をしていた。結果、耐えきれなくなり退職した部下も数名いた。この時の俺は退職理由も職務から逃げた、その程度に思っていたのだ。だがよくよく考えれば、俺からの威圧感や掲げていた方針についていけなかったのだろう。部内の雰囲気も悪く、うまくいかないことに苛立っていた俺に救いの手を差し伸べてくれたのが当時の上司であった徳井さんだった。徳井さんは会議室に俺を呼び出すと、向かいの席に座って静かに口を開いた。それは雑談から始まったが、次第に会社のこと、部下のこと、俺のこと、気がつけば今の部内の雰囲気の話へと変わっていた。それでも俺は反発心どころか、徳井さんの話にすっかりと聞き入ってしまっていたのだ。それでね、進藤君。どのくらい話していたのか、徳井さんが静かに俺の名前を呼ぶ。はい。私はね、学歴がすべてではないと思うよ。確信をつく一言に、俺は反論もできないままうつむいてしまった。進藤君、プロジェクトチームはね、僕を含め、お世辞にも高学歴と言えるメンバーは揃ってないんだ。でもね、チームワークだけはどのチームにも負けない自信があるんだ。優しく諭すその言葉はその通りだった。徳井さんはエフラン大学出身で、お世辞にも高学歴とは言えない人だった。俺は上司であるべきなのに、自分の学歴と比べて下じゃないかと、心のどこかで下に見ていた部分があった。しかし徳井さんの周りには自然と人が集まっていて、同僚からも信頼されていた。一方俺のチームはみんなが違う方向を見ていて、フォローすることもなく、萎縮しながら働いていたために結果が出せずにいて、俺を含め全員がイラついて余裕を持てていなかった。そしてチーム内で互いにイライラをぶつけ合い、ギスギスしてしまうこともあった。思い返せば徳井さんの言う通りで、チームワークも取れていないばかりか、お互いを思いやることもできていなかった。そればかりか、徳井さんのチームは仕事も円滑に回っていたし、その仕事ぶりは会社からの評価も高かった。さらには結果にもつながっていた。俺はそんな徳井さんの話を聞くうちに、今まで自分がしてきた言動を振り返り、恥ずかしくなると同時に、自分が原因で退職してしまった社員に対し、申し訳なさと責任を感じるようになった。徳井さんから話をされてからしばらく、自分なりに考え、悩んで出した結論を聞いてもらおうと、俺は徳井さんのもとを訪れた。徳井さん、自分が間違っていたかもしれません。確かに自分は学歴にとらわれすぎていました。一度自分自身を見つめ直します。そして待遇の良かった会社を辞めることを伝えた。それまで黙って話を聞いていてくれた徳井さんは困ったように眉を下げた。さすがに辞めることはないんじゃないか。進藤君の実力は確かなんだ。これから切り替えていけばいいんじゃないかな。どこまで行っても優しい徳井さんに俺は首を振った。俺なりにけじめをつけたかったのだ。そして前職を退職した俺は今の会社に入社し、同僚には高学歴であることを隠しながら、自分にできる精一杯で働きながら周りのフォローをしてきた。自分の人間力でどこまでやれるか勝負したかったからだ。しかし坪野部長はかつての俺と同じように、学歴でその人の人格も判断してしまう人だったのだ。俺は坪野部長からの嫌がらせを受けながらも、
いつかは学歴が全てではないと気づいてほしかったが、人はそう簡単には変われないということを、あの評価面談で思い知った。そんな俺の思いは、ついには坪野部長へと伝わることも理解されることもなかった。評価面談の後に坪野部長から、なぜ高学歴ということを隠していたんだと質問された。俺は包み隠さず過去の話をして、学歴だけが全てではないと、もう一度坪野部長へと訴えかけた。話を聞いている間、部長は一度も話の腰を折ることはなく、むしろ何かを考え込んでいる様子だった。それからしばらくして会社側から調査が入り、部下に対する執拗な攻撃が問題視され、部長は降格処分とされてしまった。一連の騒動の後、坪野さんに呼び出された俺はいきなり頭を下げられてしまった。その様子に慌てて坪野さんの肩を持ち、頭を上げてもらおうとする。坪野さん、頭を上げてください。今まで馬鹿にしてきてすまなかった。俺のお考えは間違っていた。一からやり直す。真摯に謝罪をしてくれる姿に、俺はようやく気持ちが通じたのかと安堵を覚えた。それから、これは勝手な思い込みだったんだが、中卒のくせに仕事ができて、同僚に慕われている姿に嫉妬していたんだ。坪野さん、身勝手な理由でひどいことをしてしまって本当に申し訳なかった。進藤のように、俺もこれからは人間力を磨いていこうと思う。俺はその姿に素直に謝罪を受け入れることにした。結果的に同僚にもオックスフォード大卒とバレてしまったが、その後も今まで通り接する俺の姿に同僚たちは最初は驚いたものの、学歴で一目置いたり敬遠したりはしてこなかった。俺は同僚たちのその優しさに感謝しながらも、今まで通り平社員として業務をこなしている。そして改めて行われた評価面談の結果で、なんと課長に昇進することが決まった。俺は徳井さんと話し合ったあの日から、心を入れ替え、磨いてきた人間力のおかげだと嬉しく思ったし、徳井さんにもいい報告ができると心から喜んだ。過去の自分の行いは、これからも戒めとして心に刻んでいこうと思う。そして、学歴だけが全てではなく、人間力が大切であるということを忘れずに、これからも部下の教育や自分を磨き続けていこうと決意したのだった。